皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。前陣ドライブの書き方についてフォアハンドの打ち方をやっていきたいと思います。でこれは中国選手や日本の選手に多いドライブの打ち方で前陣ドライブということなので、1メートル以内の距離で打ち合う時に使うドライブ技、これが前陣ドライブになります。なので皆さんもよく使っていますよね。1メートル以内って言ったらもう本当、まずドライブ攻撃を最初仕掛けるときやするときは大体もう1メートル以内の距離でやるので、ほとんどの方が前陣ドライブを使うのかなと思います。なのでもう今回はこの前陣ドライブの基本のやり方なので、もうスピードドライブ、ループドライブなどいろんなのありますけど、今回は基本の前陣ドライブの打ち方、それをマスターしてみてください。まず手順の1つ目ですね。まず1つ目は足の使い方で前陣ほどコンパクトな重心移動をしてください。でこれはどういうことかというと、実は前陣でドライブを打つときは小さめの重心移動というのが必要になります。この前での速い1メートル以内の打ち合いって言ったらピッチ戦、連打戦っていう速い展開が予想されますので、この足の重心移動ですね、足の重心移動を大きく溜めて大きく打つっていう風に打っていてはダメなんです。ちょっと溜めてすぐ左に行く、ちょっと溜めてすぐ左に行くっていう感じなんですね。右足に少し溜めてですぐ左に行く、右に溜めて左に行くっていう、こういう何ていうんですかね、流れるような感じの軽い重心移動が前陣ドライブに適しています。ここのバランスが難しいんですよね。重心移動をしすぎてパワーを溜めすぎて溜めてドンって打つと、前陣のピッチのラリー戦では前陣ドライブ打てない、振り遅れて全然打てなくなってしまいますので、軽いでも足を使わないっていうのもなしなんですよね。なので本当に少し右にちょっと溜めて左に行く、もう少しだけ軽い前重心移動ですね。こんな感じですね。軽い重心移動をやるとまず前陣ドライブでもパワーを伝える。でこの重心移動のこのリズムですね、このリズム、ちょっとフォア打ちに似てるとんですけど、このリズムを使って反動で戻るとなんと連打しやすいんですよね。この足のリズム、右左右左、右に溜めて左、右に溜めて左、右に溜めて左っていう、こういうリズムでそのまま左に行った反動で戻るってやりますと、前陣ドライブの連打が非常にやりやすい、その反動を利用して戻りやすいっていうことになります。前陣ドライブって言ったらとっさでこうどんどん速いピッチで打っていくので、右足が後ろになってるとは限らないんですよね。なので右足が前になってる、逆足になってる場合、平行足になってる場合、それでも今のこの重心移動を使えば足の位置がどこにあろうとそのまま体を使ってパワーの乗った前陣ドライブが出せます。でしかも連打もできるっていうことで、足の位置はそんなに気にしなくていいです。前陣ドライブはもうみんなひっちゃかめっちゃかの足のその逆足になってたり普通になってたりってしますので、なので前陣ドライブはどんな形でもありということを考えておいてください。で今度手順2つ目ですね。2つ目はちょっと腕の振り方なんですけど、ポイントは肘から先の前腕でかける、こういう感じです。手はテイクバックは取らないです。テイクバック取ると前陣のこの速いピッチだと振り遅れたり強い球が来た時に間に合いません。なので肘から先の前腕で最後に手首を使ってこうギュッとしならせてかけるっていう感じなんですけど、この時にすごく大事なポイントがありまして、それはこのラケットの面を少し寝かせるっていうことをしてください。実は前陣ドライブに前に行けば前に行くほどフォアドライブは面をちょっと寝かせ気味にドライブする。そうするとよくかかります。で後ろに行けば行くほどラケットの面を開くようにして上げて打つとよくかかるんですよね。なので前に行けば行くほど面を寝かせ気味、こういう感じです。ちょっと寝かせてこういう感じで前陣ドライブを打つと回転をかけやすいのかなと思います。なぜ面を寝かせるといいかと言いますと、実はこの速いピッチのラリーの時とっさの球多いですよね。バックバックバック急にフォアの時に、この時面が普通に起きているとブロックになっちゃいます。フラットになっちゃいます。これじゃダメです。でも前陣でドライブ
前時で速いところでやってる時にコアに来た時に面をかぶせてドライブするっていうのを覚えておくと、タン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 シュッ、とっさに出た球もうドライブになってるんですよね。とっさの球がこうドライブでかけられるんですよね。タタタシュッ、ドライブ、タタタンシュッ、もう自然にドライブ擦れちゃうんですよね。この面は弾けることができなくて、勝手に前に振っただけで勝手にドライブ回転になってくれますので、なので前陣でドライブするときはラケットの面を寝かせるっていうのがこの2つ目の手順の大事なポイントとなります。なので前腕で振る感じでちょっとラケットの面を少しかぶせ気味で振る。で先ほどの手順1の軽い重心移動をちょっとする。もうこれだけで今見てると前陣で連打できるドライブになっていますよね。なんでトップ選手はこうキュキュキュンっていけるのかっていうと、ラケットの面が寝てるからなんですよね。ここに秘密があります。なのでいつまでたっても速いラリーでドライブが打てない、ミートになっちゃう人はラケットの面を寝かせる。それをするとキュンキュンキュンって速いピッチで前陣ドライブができます。もうここまででも結構できるんですけど、今度は手順の3つ目です。3つ目は軸や体の使い方についてちょっとやっていきます。で実は体の軸とかを安定させるのが前陣ドライブはすごく大事になるんですけど、ラケットをちょっといつもよりも上から出すようにしてドライブを打つと、この体の軸が安定するんですよね。上から出すとこの体の姿勢も崩れにくく上体も安定します。下から出すようにこうすると上下運動が速く大きくなっちゃうんですよね。この体見てますとこうやって動いちゃいます。下から上ってやるとやっぱ体も一緒にこう上下運動が増えちゃうので、上から面寝かせてこうやってドライブを打つと、実は見てください、これ体の姿勢全然崩れないんですよね。下から上、これは体がぴょんぴょん動いてます。で上から重心移動しつつもまだ体が顔が全然ブレてないです。なので実は上から持っていくように前陣ドライバーすると体の軸が一気に安定するんですよね。あとは下から出るとこれって連打も間に合わないですよね。下から上下から上、これは時間的に遅いです。なので上からこっちの方が明らかに連打できますよね。ダダダダダダダ、下から上、これちょっと厳しいです。これのピッチ線はこっちでタタタ上からタタタタタタで体も安定してるっていう状態です。なのでラケットを上から持っていく、もうこれだけです。簡単です。本当に上から持っていけば体も軸も安定して安定した連打ができるっていうことになります。以上3つの手順ですね。簡単におさらいすると、1つ目は足の使い方で重心移動は小さめに連打できるように。で2つ目は腕の振り方で前腕から先で振るような感じでちょっとラケットの面を寝かせることによってこのピッチの速い中でもトップスピンを強くかけられるっていうことになります。この寝かせることがポイントです。で3つ目の手順は体の軸を安定させる、連打しやすい状況を生むためにもラケットの位置を高めにする。そうしますと体の軸、体幹、体が安定した状態、ぶれない状態で連打できます。ということで1、2、3、3つともやってもらうと1メートルの範囲内での前陣ドライブの打ち合い、これで負けなくなります。先手を取るために必要だと思います。ぜひ皆さんこの前陣ドライブすごい重要なことですのでやってみてください。